皆さんこんにちは。もう7月ですね。早いですよね。もう今年も半分過ぎてしまいました。日本も梅雨が明けるといよいよ夏がやってきます。そんな夏本番を前に今日は日本の夏の風物詩についてお話ししようと思います。風物詩というのは2つ意味があって、1つは景色や季節を歌った詩のこと、そして2つ目はその季節の感じをよく表しているもののことです。今日は2つ目のその季節の感じをよく表しているもの、つまりこれを聞くと日本の夏だなぁと感じるものについて、日本の夏といえば〇〇というお話をします。皆さんは日本の夏と聞いて何をイメージしますか？日本の夏ならではのイベントや食べ物は何でしょうか？それでは日本の夏の風物詩トップ10を発表します。まずは第10位です。そうめん。そうめんというのは小麦粉を原料とした麺です。白くてすごく細い麺です。一年中食べることができますが、夏に冷やして食べるのが一般的です。夏に日本に来られる方はぜひ試してください。そして第9位、線香花火。花火は知っている人もいますよね。もちろん線香花火は手に持って楽しむ花火、手持ち花火の王道です。線香花火は火をつけるとまず赤い火の玉になって、その後パチパチと大きな音を立てて勢いがある火花が吹き出します。そして音が静かになり、線のような細い火花が下に向かって散っていきます。カラフルでゴージャスな花火のイメージとはちょっと違って、儚くも力強い風情を感じる花火です。続いて第8位はスイカ。果物のスイカです。ビタミン C が豊富に含まれていて、風邪やストレスにもいいそうです。ところで皆さんはスイカを食べるとき塩をかけますか？日本では多くの人が塩をかけて食べます。私もそうです。塩をかけるとスイカの味がより甘く感じるんですよ。これはスイカに塩をかけると塩辛さがスイカの甘みを強く感じさせる働きをするからです。まだかけたことがない人は一度試してみてください。ただしかけすぎるとかえって塩辛くなるので、少しだけかけるようにしてくださいね。続いて第7位、風鈴。風鈴というのは日本の伝統工芸品の一つで、夏に家の軒下などに吊るして用いられる小さな鐘で、風が吹くとチリンチリンと音がします。風鈴が風に揺れて音が鳴って涼しさを届けてくれます。いろいろなデザインがあるのでお土産にもいいと思います。第6位はプールです。プールはね、全世界共通なので説明はいりませんよね。みんなが知っている泳ぐプールです。そして第5位はラムネ。食べ物のラムネではなくって清涼飲料水、炭酸水のラムネです。スペインの日本食レストランにも置いてあるので、外国に住んでいても見たことがある人、飲んだことがある人いるんじゃないでしょうか。実はこのラムネ、私はずっと日本で生まれたドリンクだと思っていました。でも違ったんです。もともとは英語のレモネードからついた名前で、イギリスから19世紀の後半頃日本に持ち込まれたそうなんです。ラムネといえば瓶にガラス玉が入って蓋の代わりになっていますが、あの独特の瓶もイギリスから一緒に入ってきたそうです。そして第4位は夏祭り。夏といえばお祭りという国も多いと思います。皆さんの国にはどんなお祭りがありますか？日本も各地で夏祭りが開催されます。地域によっていろいろですが、浴衣を着て盆踊りを踊って夜店で金魚すくいをするのは全国共通だと思います。そしてベスト3です。第3位は海。これはちょっと私驚きました。日本は島国なんで
海に囲まれていますよね。でも日焼けを嫌がる人も多くて、ランキングの上位に海が入っているとは思っていませんでした。どうですか？沖縄の海とかすごく綺麗ですけど、日本へ来て海へ行くっていうイメージあまりなくないですか？そして第2位はかき氷です。かき氷というのは氷を細かく削ってシロップなどをかけたものです。あんこやコンデンスミルク、アイスクリームが乗っているものもあります。かき氷というと伝統的な和風のものを想像しますが、ちょっと洋風にフラッペと呼ぶカフェもあります。フラッペというのはフランス語で氷で冷やしたものという意味だそうです。合っていますか？フランス語を話せる皆さん、間違っていたら教えてください。そして第1位は花火です。花火も全世界で楽しみますよね。日本でも各地で花火大会が行われます。花火の原型と言われるのはのろしで、紀元前から古代インドやギリシャ、ローマで使用されていたそうです。日本で花火が鑑賞されるようになったのは江戸時代からです。今では日本の夏の風物詩として欠かせないものになりました。今日は日本の夏の風物詩についてお話をしました。いかがでしたでしょうか？皆さんが想像していたもの、何か入っていましたか？今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。バイバイ。